ミニ四駆のマンガレッツエンド号一貫、砂でスタックしたマグナムセイバー、釘をタイヤに刺してこれを脱します。この釘タイヤが現実で砂上のスタックに効果を発揮するのかを検証します。それでは製作へレッツゴー。おりゃ、まずは釘を曲げます。いい曲がりです。タイヤ1つにつき釘は6本なので24本の同じ長さの釘が必要です。釘マネヌを作りましょモデリングをします。釘曲げ具のモデルができました。タイヤに釘を刺してみましょう。刺さらない。万力連理。釘が入っていきます。釘を刺せましたが回ってしまいます。これではマンダのような走行はできません。ということでタイヤも作ります。タイヤのモデルができました。釘を挟むように壁を立てることで釘が回ることを防ぎます。わずかに R をつけることでタイヤ感を強調します。 R なし。R あり。全然違いますね。印刷しましょう。チリーテックよりご提供いただいた Q2 コンボとフィラメントを使います。感想は最後に述べます。タイヤは TPU フィラメントを使います。TPU はこのように柔らかい素材になります。釘曲げ具は ABSGF です。ガラス繊維により強化された ABS 樹脂です。チリーに固くコスパの良いフィラメントを聞いたらこちらをご案内されました。この2種のフィラメントは特に乾燥が重要です。チリーボックスにフィラメントを入れます。そして65度で乾燥させます。湿度は 3%、カサカサグッドです。印刷しました。組み立てます。ネジを差し込みます。これがハンドルになります。2つをはめ合わせます。ネジで固定します。ナットで留めて組み立て完了です。しっかりと動きます。これで釘を真似ます。こんなプラスチックの曲げ具で24本の釘を曲げられるかやってみましょう。釘をセット。ハンドルを下げます。お、釘が曲がってきています。釘が曲がりました。釘曲げ具は穴が若干広がっています。動作は問題ないです。ここから耐久できるかが重要です。釘曲げ具の設計上直角まで曲げられないので最後はハンマーで長さを揃えるのが目的なので良いです。残り23本も同様に曲げます。ラスト。釘曲げ具は耐え切りました。すごい。穴は最初の1本母からはほとんど広がりが見られません。損傷は設計ミスで釘の頭で削られた部分くらいです。これが ABSGF、期待以上の耐久性でした。最後にハンマーで曲げ切って加工完了です。長さを揃えて釘を曲げることができました。ハイパーグッドです。タイヤも印刷できました。早速釘を取り付けてみます。さすがに大きすぎました。これじゃない感です。サイズ違いの釘も曲げて見比べます。真ん中のものにします。24本作り直しました。タイヤ側にも問題ありです。固定部が低いです。柔らかいフィラメントを使ったので固定部が仕事しないです。ということでタイヤも作り直しました。固定部の高さを上げて釘が当たるようにしました。フィラメントを PLA に変えて固定部を固くしました。問題解決です。釘の先端に接着剤を塗ってタイヤに差し込みます。乾燥を待ちます。緑のペット G フィラメントを装填します。ホイールを印刷します。純正緑の小径ホイールは持っていないので再現しました。シャーシをスライサーソフトに読み込ませてスライスします。そして印刷。シャーシにも ABSGF を使います。ビニョーン。シャーシを取り出します。実際の作業順ではこの印刷がこのプリンター初の印刷でした。マジか、めちゃ綺麗。実は ABS 印刷が成功するのは初めてです。5年半も 3D プリントしていたのにちょくちょく挑戦していましたが全て失敗していました。それがプリセット設定でこの出来上がり、感動です。細かなパーツも印刷しました。ボディ完成です。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。ハトメを差し込みます。すべての箇所に差し込みました。プロペラシャフトを差し込みます。スパーギアを取り付けます。シャフトを差し込みます。クラウンギアを取り付けます。固定具を取り付けます。フロントも同様です。フロントローラーを取り付けます。固定します。RC 走行モジュールを搭載します。スイッチを固定します。モーターカバーを取り付けます。バッテリーを搭載します。グリス塗り塗り、動作チェック。
ほどほどグッドです。ボディを搭載します。ボディキャッチで固定します。海に来ました。今回の検証で重要な環境を得るためです。それがこの砂です。サラサラグッドです。この砂はマシンをスタックさせるでしょう。早速走らせましょう。まずはノーマルタイヤ。5。普通に走ったノーマルタイヤで走れるということで検証はちょい待ち。スタックしました。どうやらノーマルタイヤではスタックすると抜けられないようです。釘タイヤの出番ですね。きつすぎて入りません。ズコ。空転しやすいタイヤ構造なのできつく作りすぎました。そしてノーマルタイヤの走行シーンのために組み立てはしていなかったです。ホームセンターで紙やすりを調達しました。タイヤを削って穴を広げます。現場対応でなんとかします。なんとかしました。30分間気合のやすりがけでしたね。5。スタックはするのですが抜けられています。完全に釘タイヤの効果ありです。検証結果、釘タイヤはスタックから抜けられる。そしてテクテクかわいい。漫画でゴーが施した改造は正しかったようです。砂でスタックしたソニックセイバーの改造も見てみましょう。ということで今回は釘タイヤの効果を検証しました。結果は砂上のスタックに効果ありでした。そして制作にはチリの Q2 を使いました。使ってみての良い点はこちらです。やはり ABS を印刷できたのが最も良かったです。ヒートチャンバーの効果に驚きました。気になった点はフィラメントの引き戻しでチリボックスも連動するため、マルチカラーを使わないなら Q2 だけで十分ですね。7万円台で買えますし、コストパフォーマンスは明らかに高いです。マルチカラーも試しましたが簡単にできました。こちらの鑑賞用釘タイヤのモデルは無償配布します。概要欄の URL からダウンロードできます。Q2 と使用したフィラメントの URL も貼っているのでご参考に。それではまた、のし。